ということで、今回は宮島監督単独インタビューイエーイということで、今回はですね、ついに放送が始まりましたダンジョン飯の監督の宮島さんがどんな人なのかっていうのをですね、楽しくトークしながらいろいろ聞いていきたいなと思います。はい。で、タイトルが、ダンジョン飯ということで、一応ご飯を持ってきました。とりあえずたこ焼き？たこ焼きです。ダンジョン飯に出てくるかな？それを楽しみにってことで、それだけじゃないですよ。唐揚げも買ってきました。これあれでしょ？うちの、でも大塚社長がすごい、うちの大塚が大好きな唐揚げなんですよ。一応お皿も、はい、ありがとうございます。どのタイミングで食べるんだっていう感じではありますけど、食べつつと。食べつつじゃあそもそも今までのトリガー作品の監督方は、元はガイナックスなどの他の会社で、研鑽を積んでから、後にトリガーで仕事されているパターンが多いのですが、宮島さんはなんとトリガーで初めての生え抜きの監督ということで、新時代到来って感じで熱いですすごいテンション高いよね。いやもちろん、とりあえずそんな感じなので、いろいろ経歴とか聞いていきたいなって感じなんですけど、そもそも何年前にトリガーに入社された感じなんですか？トリガー入社したのは2012年の細かく言うと1月10日付で日付までそう覚えてる。そっからずっとトリガーですね。じゃあ最初、制作進行として、なんかいろんな作品キルラキルとかを経て、そうですね。最初は A1 さんのソードアートオンラインのクロスから始まって、でその次がマギー、A1 ピクチャーズさんのマギー、でその次が、リトルウィッチとかかな。リトルウィッチのアニメ未来のちょっとだけお手伝いやって、でその後に420連敗ガールやってキルラキルか、キルラキルやって420連敗ガールかな、どっちかの進行をやってましたね。はい。食べるんですね、宮島さん。そんなもう食べるぞって感じじゃない。どうですか？いや、美味しいです。いや、美味しいよ。このおしゃれな観葉植物の横でたこ焼き食べてるのちょっとおもろいですね。もっとおしゃれなものを用意すべきだと思ったんか。演出デビューは異能バトルは日常系の中での2話ですかね。はい。そこからじゃあトリガー作品をどんどん演出として参加して、そうですね。でめっちゃ走りますけどダイナゼノン助監督になって、で今監督に至ると。そうだね。いや合ってますよね。合ってる。みたいな感じで、そのトリガーを黎明期から支えた宮島さんということで、もうお世話になってます。はい。でその間にそのダンジョン飯ハッカーの CM とかをやって、それがそもそも今回のいろいろなきっかけにもなったと思うんですけど、おそらくそうではないかと踏んでますが、その時のお話とかなんかどんな感じでした？なんかトリガーにお話が来たっていうのを聞いて、って思って、ダンジョン飯うちで受けるんだみたいな、それでやらせてくれませんかっていうのをみたいなことを言ったのは覚えてますね。それが今につながると。そうだね。なんかそれがつながったんじゃないですかね。じゃあそもそもトリガー入る前は何されてたんですか？入る前はちょっとだけその大学時代からのつながりで実写系の映像のお仕事をしてました。無事に映像関係の仕事を続けてるっていうのはいいことかなとは思いますね。そもそも何がきっかけでその映像に興味を持ったんですか？なんかもともと物心ついた時から映画とかは好きだったし、すごい映画館が好きだったっていうのもあったし、なんか中学ぐらいの時になんか地元にシネコンができて、当時、昔までは単館の映画館とかがやっぱり主流だったけども、その野球部入ってたから、行ける時が限られてたから、たまの休みの時に行って、なんかその1日で見れるだけ見てみたいな、ただただやってる映画をはしごしてみたいなのはやってたなってのは覚えてますね。なんかそうやっていっぱい見るにつれて、なんか関わりたいな的な。関わりたいって思っ
ったのはもっとちっちゃい時からだったような気がして、すごいちっちゃい時に粘土のニャッキとか好きで、粘土のコマ撮りアニメーションを自分でビデオカメラで作ってたみたいなのがあったんで、すげえ。それとかやってた。なんか映写技術みたいな興味があって、親父が工業系の仕事先生みたいなことやってたから、タップ穴ついてないセルみたいな、しかもただの真四角な工業用の何に使ってたか分かんないけど、そういうのをいっぱいもらってきてくれたから、それにマジックで絵描いて、それをちょっとずつ動かしてみたいなのをなんかね、豆電球後ろにつけて、それを映写機に投影してめっちゃ本格的じゃみたいなのをやってた。熱い話っすよこれは。そんないい話でもない。いやでも熱いじゃないですか。ちっちゃい頃からやっててみたいな。アニメ業界入ったきっかけ、そうですね。業界入ったきっかけはもともとその大学の時にショートアニメみたいなとか作ってたから、ちょっとアニメもその大学卒業する時やろうと思ってた、いいなって思ってたうちの選択肢の一つであったから、なんかちょうどなんかちょっとアニメの仕事をやってみようかなと、たまたま本屋さんの前通って、でその本屋さんでちょっとアニメ業界どうなってんのかなって思ってニュータイプを読んだ時にちょうどトリガーが作りますよっていう、トリガー設立宣言みたいな、今井さんの今ある有名な女の子が銃持ってフィルムがこう巻いてる映画載ってて、トリガー作るって言ってるっていうので今募集してるみたいなのを見つけて雑誌で見て、ここがいいなって思って、もともとガイラ好きだったから、家から近かったのすごい。当時荻窪で、家から歩いて 10分ぐらいとかだったトリガーがその駅の反対側で、近って思って。いいじゃないですか、ルカワみたいな近いから理由でいいじゃない、かっこいいじゃないですか。近いから選んで、それでなんかたまたま受かって、今に至るって感じ。いや、じゃああの時本屋さんに立ち寄らなかったら今ここにはいないかもしれないってことですよね。じゃあなんか宮島さんから見た、トリガーの重鎮の方々の印象とかも聞いてみたいですけど。恐れ多くて。例えばじゃあ今井さんとかは？今井さん？優しい。でも宮島さんが多分一番密で最近関わったとすれば多分ツインズで。僕演出やらせてもらって。その時とかどんな感じでした？優しかった。すごい優しくて、作る作品はこの人からこんなのが出てくるのっていうそのギャップはやっぱそうですね、魅力の一つですよね。いやすごいね。大塚さん大好き唐揚げを。じゃあ宮島さんから見て、じゃあ吉成さんとかは？吉成さんは多分一番密に。そうね、吉成さんの作品に多分一番いっぱい話数で言えば参加させてもらってるけども、結構すごい演出に委ねてるというか、これはどの監督もそうかもしれないけど、一番やってるからそう思うのかもしれないけども、結構なんかあんまりギチギチに縛るイメージはないっていうか、なんか好きにやっていいよじゃないけど、良ければ好きにやっていいよっていうさ、上がりがいいなら好きにやっていいよっていう印象があるから、なんかすごいのびのびとやらせてもらえたっていう印象はありますね。結構好き放題とは言わないけど。リトルはテレビアニメ版も一応っすよね。あれ？リトルは1話やらせてもらって。BNM も一応っすよね。1話ですね。はい。じゃあやっぱなんか1話を任せるというなんか信頼感もなんか気づかれてるのかな。無理やり1話がいいって言ってやらせてもらったみたいなとこあるけど。いやでもそれも熱い話じゃないですか。じゃあ宮島さんから1話やらしてほしいって言ってるってことですよね。そうなんかその1話からやったらいっぱい話数ができるから、そのどうせ入るならその作品やりきったぞって思いたいからいっぱいいろんな話数やりたいっていうのがあるので、だから1話からやったらいっぱいできるって思って1話に入れてもらったっていうのがすごい多いですね。はい。雨宮さんはどうですか？直近で言うと、ダイナゼノンで、シリーズ通して監督助監督の関係性だったと思うんですけど、雨宮さんは監督陣の中だと一番年が近いっていうのがあって、どっちかといえばお兄ちゃんみたいな
感じですけど、まあちょっと年の近い先輩お兄ちゃんって感じですけど、波宮さんは初めてコンテ描かせてくれた人だから、忍者スレイヤーの時にギリギリコンテの絵が描けるぐらいの画力の俺にコンテ描いていいよって言って描かせてくれたのはすごいありがたかったし、コンテでちょっと失敗したところとかも、なんかラッシュの時とかにこうするといいよとか、上がりを持ってその身をもって教えさせてくれたというか、ここ失敗してるように見えるでしょって、もうこれ次から気をつけた方がいいよとか、すごいいろいろ優しく教えてくれて、すごいなんかそうね、波宮さんはコンテの描き方ですごい教わったなっていうのはありますね。波宮さんもすごい自由にやらせてくれる監督かな。演出やってる人は波宮さん作品やってるとすごい楽しいと思いますね。もう一回忍者スレイヤーやりたいなってぐらい、忍者スレイヤーは本当楽しかった。すごい良かった忍者スレイヤー。あれはなんかそうですね、画面からも伝わりますね。なんかみんな楽しんでるかな。大変だったけど、すごい面白かった。作ってても楽しかったし。大塚さんはどうですか？大塚さん唐揚げばっかり食べてるんですけど、大塚さんはまあ師匠だからね、なんか、そうね、大塚さんはいろいろ、基本的には演出のいろはを全部教えてくれた人ですね。なんか映画とかも、これ見なとか、これいいよとか。演出やりたいって言ってて、キルラキル終わったぐらいの時に、演出やりたいならコンテ書いてきてねって課題くれて、なんかね、神社で缶蹴りするみたいなシナリオを渡されて、10分ぐらいでコンテ書いてこいって言われて、でそれを頑張って書いて、店に行ってじゃあ処理やってみるかみたいな。処理1年続けて、その間はやっぱ大塚さんに手取り足取りというか、もうほんと細かいことからもう全部教えてもらって、意外と使い物になるなっていうことで、使い物になるなっていうので会社に置いてもらえてるって感じですね。やっぱこれは結構大事な質問ですけど、好きな食べ物。好きな食べ物難しいよ、やっぱり。いや、またですか？いや、俺考えたもん、このあれから考えました。いや、前回はその先行上映の時の動画で好きな食べ物何かでしょ聞いて、料理じゃなかったら、料理はやっぱいっぱいあるから、じゃあ料理じゃなければみかんとかなんか果物とか好き。果物は好きですね。じゃあ食べてみたい食べ物はあります？食べてみたい食べ物、キャビアって食べたことないの。特に憧れがあるわけでもないんだけど、チョウザメの卵の塩漬け。そうですね。チョウザメでもルックすごいじゃん。まあそうですね。ちょっとかっこいいけど、なんか味はもう想像できるんだけど、なんとなく。できます？いや、俺もあんま想像。だって魚卵の塩漬けでしょ。だから匂いがどうなのかとかは気になるよね。好きな寿司のネタは何ですか？のネタ、イクラ。じゃあさっきのキャビアに通じる何かが。魚卵が好きなのかもね。違う、だってあれだよ。だって俺ホーム画面もイクラだもん。ほら。イクラ。気持ち悪いって言われるけど。みかんとイクラが好きという。みかんとイクラが好きでキャビアが食べてみたいってことでしょ。オレンジが好きなんですね。じゃあ。オレンジ色のものが好きって。確かに。ちょっとやめて、俺をカテゴライズしないで何かに配ろうとしない。では最後に初監督作品の男女飯の放送が開始されましたが、最後に一言いただいていいですか？漫画原作でトリガーでは初めてということで、より一層気合も入ってスタッフ一同頑張って作ってますので、1話終わって次2話3話とまだまだ2クールあるので、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイは何なの？いや、イエーイはなんか楽しい感じ。楽しい感じが。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。